おなすこじこんばんは、ポテトで今日までよろしくお願いいたします。今日はですね、シマイケルに今回100本打ってみたやっていきたいなと思います。以前ですね、ドンナルンマ、チェフについてね、100本今回やってきましたけども、今回これはですね、シュマイケルにやっていきたいなと思います。コメントもね、一番多かったかなと思うんで、やっていきたいなと思います。皆さんどうなると思いますか？ぜひ予想しながら見ていただければと思います。検証方法ですね。検証方法は今までと同じような形になります。ペナ前からですね、ファーに向かって今回、ゲージは 40% 以上ぐらいですね、調子は普通、ポストや枠外をノーカウントしていきます。使っていく選手、シュマイケルはこんな感じの能力にしております。バランスよく振ってる状態ですね。今回も失点集、そしてセーブ集みたいな形で見ていきたいなと思います。まずは失点集から見ていきましょう。まあ今までもね、シュマイケルはかなり安定感というかね、ガチスカでも使ってる人が一番多いんじゃないかなと思いますけども、どうですかね。甘いコースとかに入ってるのかなとか、そういったところが結構重要かなと。影の位置を結構見ていくといいかなと思うんですけども、はい、見ていただきました。どうだろう。結構いいコースのシュートっていうかね、厳しいコースのシュートが多いのかなって印象はあるんですが、はい、ということでちょっとセーブ集見ていきましょう。ここからね、セーブをしていく、キャッチも含めてですけども、入っていきますよって感じですね。実際ガチスカの結構止めてくれる印象あるんだけど、でもいいセーブ多いですね。なんかキャッチも普通に多いな。こうやって見てみるとやっぱやってた時もね、キャッチ多いかなって思ってたんですけど、はい、見ていただきました。やっぱりですね、キャッチが多かったかなっていうのが一番の印象かなと思います。で、あとはキャッチ以外の弾くところに関してもですね、割とファインセーブ目なのが多かったかな。なんか余裕があるっていう感じでもなかった。厳しいコースをちゃんと弾くって感じが多かったかなと思いました。ということで、まずは前回の結果見ていきましょう。前回がこんな感じでしたよと。チェフ・ドンナルンマという感じですね。チェフがね、30% と 11% が 40% ぐらいね、止めてましたけども、これに対して、シュマイケルどうなったのか、見ていきましょう。こうなりました。ドン。はい、ということでですね、ゴール数、ここで言うと10% くらいね、チェフと差がついたよと。この検証はね、言うても 5% 前後のね、誤差っていうのは考えられるんですけど、良すぎたチェフとダメすぎたシュマイケルって可能性はもちろんね、ゼロではないんですけども、でもちょっと 10% ぐらいついちゃうとって感じはするかな。想像以上に差がついたなっていう感じはしました。やっててこんなついたんだって感じがしましたね。ただキャッチはやっぱり成績的にも一番良かった。しかもね、結構いいキャッチが多かったかなと、これキャッチしてくれるんだっていうのが多かったかなって感じしましたね。セーブ率に関してはね、ドンナルンマの方が高くなってはいるんですけど、これは正直誤差と言っていいレベルなのかなとは思いますかね。はい、ということで実際に今度比べてみていきましょうか。はい、ですね、まず甘いコース、失点シーンの中で一番甘いコースちょっと持ってきましたよってとこなんですけど、影の位置ね、この赤丸置いときましたけど、これね、線で引いてみるとこんな感じ。はい。ということでね、あんま変わんないんですよね。実はそんな変わんないという感じで、てかね、そもそもね、シュマイケルね、この内側のシュート、甘いコースのシュートね、少なかったなっていう感じでしたね。たまたまかもしれませんが、次見ていきましょう。はい、次はですね、似てる価格ですね。同じシュート、似てるシュートの同じ価格で見ていくんですけど、今回ね、割と似てるシュートあったんで、持ってこれましたよって感じです。前にいるのがドンナルンマ、後ろにいるのがシュマイケルっていう形になっていきますよっていう感じです。はい。はい、ここですね。まずこの時点でね、ドンナルンマのがね、ちょっとシュートのコース厳しかったんで、踏み込みがね、ちょっと深い気もします。はい、それはちょっと、大前提として置いた上でですね、見ていくと、はい。こんな感じで、指の長さ分ぐらいね、ドンナルンマのが長いのかな、遠くまで届いてるのかな。身長もね、ドンナルンマのが高いしね、それはそうかもしれません。で、次、チェフも見ていきましょう。チェフとシュマイケルですね。これもですね、前にいるのがチェフって感じですね。で、見ていくと、はい、ここね、ほぼここは完全一致してますよという感じです。この後ですね。はい。
どうですかね。やっぱりこっちも指の差分ぐらい差がついてるのかな。前回もねドンちゃんとチェフってそんな差を感じなかったので、もしかしたら納得かもしれませんね。あとね、前回もやったんですけども、弾く位置のところちょっとねまとめてきましたよっていう感じです。この赤い位置ですね、ここに弾いた数ですね、ここをちょっと比べていきたいなと思うんですけど、前回はキャッチ率がねあんま変わらなかったんで、前に弾いた回数をセーブ率でセーブ数で割ったんですけど、今回はですねキャッチの差が出たんで、前に弾いた数をですねセーブとキャッチ両方の数で割っていきましたよって感じです。そうするとドナルマに関しては30% ぐらいでしたね。チェフに関しては 16.2% って形、シュマイケルに関しては 17.6% がですね、セーブした時に、前にボールを弾く確率でしたよ。ちょっと数がね少ないんで、一本一本のパーセンテージが高くなっちゃうんですけど、それでもやっぱシュマイケルはキャッチが多かった分、かなりね安定感というか安心感はかなり増してるっていう印象はありました。これねちなみに伝えとこうかなと思うんですけど、腕の長さの話ねよく出るかな、最近出てくるかなと思うんですけど、結論から言うとそこまで気にしなくていいかなと思っております。というのも大体3つぐらいあるんですけど、今回もシュマイケル一番ね届かなかったですけど、一番ね腕の長さ長いことになってますし、ドンナルンマとチェフに関しても、同じぐらいだったけど、ドンナルンマの方が長いことになってたしね。あとそもそもねこの腕の長さ自体がねインフとハブぐらいでしか見えられないっていうのもなんかちょっとね、この情報が合ってる合ってないとかではなくて、どこまで影響してるのかっていうのが結構不透明なんですよね。よっぽどですね今までの検証から言うとですね、身長数センチ違う方が影響力高いなって僕的には思ってるんで、なので全然この腕の長さより身長の方が大事なのかなって個人的には思ってますね。ついでに言うとね、ジャンプもそんな変わんないなっていう印象はあります。はい、というところで今日は結論です。シュート処理はチェフが最強かもとします。はい、ということでね、いろいろ見ていただきました。ちょっとね、どこを観点というか、どこに重きを置くかにもよりますけども、その中の一つの観点としてね、チェフが最強と言ってもいいのかもしれません。また今後わかんないけどね。ただね、シュマイケルもめちゃめちゃ止めてたしね。なんだろうね、キャッチしてくれる感じがめちゃめちゃ安心感あるよな。なんだかんだね、シュマイケルめっちゃいいなって思うことも多いからね、謎の安定感、安心感っていうのはやっぱ好きかなとは思いますね。結局のところですね、自分が信頼できるゴールキーパーを使うっていうのがね、最適解なのは間違いないかなと思います。そのね一つ参考というかねぐらいにしていただければいいかなと。これが全てではないですよということだけは踏まえておいてください。で、あとはノイヤーとかかな。前回で言うとねストレートシュート強かったノイヤーもね、気になるとこなんで、ノイヤーとかはやっていきたいかなと思います。あとはね、一つだけ能力下げた状態、例えばゴールキーパーセンスだけ下げたとか、コラプシングだけめちゃめちゃ下げた状態とかいうのでもちょっと比較してみたいですね。そしたらどこがね、重要なんだろうとか見えてくるかなと思いますので、その辺もねまたやっていきたいなと思います。はい、というところでしょうか。どうですかね、皆さんの参考にはなったでしょうか。この結果を見て皆さんどのキーパー使いますか。それもぜひ教えてください。個人的にはね、でもやっぱりシュマイケル使ってそうな気はしちゃうかな。一旦チェフ使ってみようかなとか思ってますけど、結局シュマイケルに戻ってきそうな気もしています。皆さんのガチスカとか、そういったところを考えるときにね、参考になってしていただければなと思います。この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後ね、雑談をして終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談をしていきたいなと思います。いやー、これね数字で見るとねチェフが最強なのかなって感じもしますが、どうでしょうかね。またちょっと今後いろんな検証していきながら、見ていきたいなと思いますけども、あとは今後キーパーどうなるんかね。チェフも例えばダブルブースター来てもうこれ以上強くなってもね、数値上がったところで多分そんな変わんないしね。キーパーのインフレはもうちょっともう天井が来ちゃってるっていうね感じはしますけど、どうなんだろうね。なんかそれこそ特殊スキルとか作ってほしいけどね、ゴールキーパーね。パントキックでスルーパス蹴れるようにとかね、なんかそんな感じで出てくれたら面白いなと個人的には思っております。あとはファンデルサールとかさ、あの辺ちょっと頑張ってライセンス取ってほしいよね。
その辺はすごく期待をしております。皆さんの来てほしいゴールキーパーとか、あとスキルあったら教えてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見、ご感想、クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。3万人を目指しております。もう少し頑張りたいなと思いますので、よかったらこの動画良かったら、参考になったら面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はね、島駅についてやってきました。一つの結果として踏まえた上で自分が誰を信じていくか、信頼を置いていくか、こういったところをね、ぜひ考察してみてください。はい、ということで今日の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。